ティラノムテジョンです。今回はね、ユタジュン 1v1 バトルという企画でね、クランリーグの方、日本最強の15人集めたら世界一取れる説をやってるんですけど、今回はね、視聴者さんの方から入れ替え戦の参加権をかけたね、予選をやるよ、みたいなね、アナウンスをね、何度かしてたと思うんですが、そちらのね、予選を今回は撮影していきたいと思います。複数にね、応募があったんですが、今回は4人に絞らせていただきました。その4人でね、決勝予選というか、4分の1ですね。1位になった方を実際の入れ替え戦に挑んでいく形にしようと思います。ちなみに今月のね、クランリーグ出てた側のね、入れ替え戦に回るメンバーは、ヤッターさんとニャロメですね。どちらかと対戦する方をこの4人の中から予選をして、勝ち上がった人と対戦してもらおうかなと思います。今回はね、すべてのアタックを紹介するわけではないんですが、ダイジェストというような形かな。誰になるのか最後までね、やっていきたいと思います。基本的に本戦ルールと変わらないです。初戦は ET さんとヤミタンさん。早速やっていきましょう。さあ、予選ファーストアタックやっていきましょう。おっと、タイマーがちょっと、あれだね。はい。さあ、編成は61タイタンかな ?61 タイタン、タイタンですね。編成は対策陣みたいな感じで結構 GS のトキさんとかがね、結構作りそうなタイプの配置には僕には見えます。今一旦消し、いいや。これはね、次のね、ET さんのためのタイマーになっております。はい。さあ、まずはお出火をしていって、タウンホールの方もすでに起動しているような状況ですね。レイジターンの方もね、発動させていきまして、これキング釣るための多分アーチャーだと思いますね。ターゲットオーデンじゃなくてアーチャーに吸わせるためのものだったと思うんですが、からのストライカー。さあ、援軍が少し連れていく。ちょっとお出火としては、この釣りは嫌かな。多分、対地クロスまで見てたやつなんじゃないかなと思うんですけど、アーチャー処理用のアーチャーなのかな、これは。さあ、ここもちょっと厳しく。多分、シューターはね、タウンホールまで見てると思うんですが、あまり、理想的展開とは言えないお出火で、もうすでにこれが最後のレイジになっていきますね。さあ、クイーンの方で引っ張っていきまして、タウンホールの方をシューターに預けるような形にしていきます。さあ、ここから合流。言うてもね、ここからね、取れる可能性があるのがね、エレクトロタイタンの強いところではありますよね。さあ、ただこのレイジタワーに乗ったところ、ウォールブレーカーに磯分けうまいですね。ここから真ん中入っていくところ、レイジが欲しいですね。ここはめちゃくちゃにレイジが欲しいポイント。回復量も足りなくなってくるところと、ちょっと流れたタイタンの方にヒーラーはスライドしていって、ここでトーム。キングに入らなかったので、キングの方は、できるだけこのフィストで伸びてほしいところ。さあ、ロケバル釣れつつ、これはアイゴレの方が2体ほど出てきました。ポイズン持ってきてないんですけど、問題ない援軍ですね。どっちにしろタイタンがね、援軍に対して強いというところで。タウンホールの方はシューターで落とすことができつつ、レイジないんですけど、これかなり最終区画までいけるような形になってきました。中身なんだろうな、シューター。イエティ系のものが入ってることが大体多いんじゃないかなとは思うんですけど、このネクロのスケルトンがモノリスのターゲットを取ってくれてるのいいですね。さあ、そしてここでディギーが入りつつ、ラストフリーズとシューターが合流していくような形。フリーズ一発とロイヤルチャンピオン持って、クイーンもいますね。これ、キングに地味にヒーラーが一緒に被って回復入ってることで、だいぶキングを延命されてるね。あそこからフィストを使ったんですが、さあ、ここはロイヤルチャンピオンを優先するようなフリーズをかけつつ、能力解放からの、なるほど。スーパーガーゴイルでしたね。さあ、少し、序盤ね、苦しい感じには見えたんですが、ナイスリカバリー全開か。さあ、ここ ET さんも、攻めていきます。編成は61天才。ウッドランチャーセット。確かにこれは見えるね。かなり見えますね。イーグルもかなり近いところにありますし、パッと見はめちゃくちゃ刺さりそうな見た目をしているので、そのまんま刺さりそうな戦術をやっていく形になりそうですかね。アイゴレ2枚あるんで、1枚はここで使っていくんじゃないかな。さあ、ここにテスラが生えてくる。さあ、ランチャーも早めですが、通していって、バルキリーとランチャーの方で、ルート整備をしつつ、援軍に関してはネクロとスーパーガーゴイルですね。なかなか珍しいセットになります。さあ、ここは対地クロスボウも降りつつ、ウォールブレーカーも一応念のために、いいとこつきましたね。クイーンの方で防衛援軍は降り切ることができました。ロイヤルチャンピオンとアイゴレ。
ここはちょっと、ロイちゃんのタゲをアイゴレで取ることはできてなかったので、スケルトン採用していきましたね。ストライカーの方もロイヤルチャンピオンさしつつ、いいタイミングでのフリーズ。さあ、そして、イエティが投石の方入っていく。クイーンも上行って、これ多分クイーン処理まで行きますね。まあ、見た目がめちゃくちゃやりやすいので、まあ、それをね、やるのはちょっと勇気もいる感じではあるんですけど、誘われてる可能性もね、十分ある。これそれ、投石行くのはやばいわ。黒く、もう、危ねえ、でもそれは。ユニコーンタゲだ。アーチャータゲだと多分死んでましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンは能力使い切っており、まあ、これは、取らなきゃいけないバリューがすでにできている。サタンホールの方もフリーズかけつつ、ちょっとバルーンマルチ IT に向かわせるものができてないんですが、レイジトーンも一気に使っていきます。さあ、アイスラバハウンドに合わせて裏からバルーン。あとはもう、中心モノリス大工のところを突破できるかになってますが、もう余裕ですね。まあ、かなりやりやすいタイプの配置だったかなと思います。まあ、シンプルに61天才が対1クロスとマルチ IT かかるっていうところと、2面でね、同じような区画になっているところ。まあ、こういうのはほとんど天才ラバルがね、されるタイプの配置なんですが、まあ、条件めっちゃ満たしてたかなと思います。まあ、イーグル砲も取れるし、援軍も引っかかってるしっていうところで、まあ、若干ね、8分間よりも早いタイミングでもう行きますということだったんですが、まあ、これは確かに自信持って打てるアタックだったかなというところで、さあ、両者全開スタートということで、これはかなりハイレベルな戦いになりますね。ナイス全開ガーサス。さあ、音速で攻めてきました。なんか4分ぐらい残してもうすでに次のアタックを始めてるんですが、イエティスーパーアーチャーのラッシュですね。ウッドランチャー型。さあ、マルチ IT 手前フリーズ打ちつつ、クエイク奥にもう一回穴を開けていくような形ですかね。弟子さんがね、入れ替え戦で一回こういうタイプの攻めやってたんですが、他にこういうタイプの攻めをやる人はいないんでね、なかなか珍しいかもしれないですね、こういうの。さあ、ここはトルネードも引っかかりつつ、いやー、真ん中綺麗に穴開きましたね。さあ、スケルトンの呪文も持ってきているというところで、ロイヤルチャンピオンのターゲットを取るために、両サイド、ヒーローのタゲっていうところを取ってますね。投石と両ヒーローのところ。ロイちゃん刺した方の投石はさすがにこれは突破ができそうですね。さあ、そこ切るとキング流れた方がいいんじゃないこれ。戻んない方が多分強かったかな、キングは。ここフィストでどうせ死んじゃうんで。フィスト、クローク、両方タウンホール使っていきまして、クイーン上流れるのは強いな。モノリス届くんだ、そのキング。ちょっと話変わってきた、それは。さあ、フリーズしっかり打っていって、投石クイーンのところ。さあ、流れたロイヤルチャンピオンは能力持っている。ちょっとモノリス残りますね。フリーズとかはないので、まあ、ブーメランをシンプルに。ここワンチャン打つのありかな。ドゥンと壊せますね、モノリスの方を。あとは気合で乗り切れるかどうですが、微妙なライン。厳しいかな、どうだろう。スーパーチャー2体。さあ、ユニコーンがロイヤルチャンピオンついて、ディギーとユニコーンがつく最強ヒーローペットコンビ。さあ、アーチャーター止めつつ、大砲の方もここ止まります。対空砲から入るか。ちょっと厳しいですね。さあ、ディギーにユニコーンが突きかけた。さあ、ここでスーパーアーチャーの方にヒーラーが、ユニコーンがついて回復していきますが。ちょっとこれは厳しいかな。さあ、90% をちょっと超えるぐらいなんですが、呪文の方も壊れて、92%。スケルトンか。スケルトンいますね。92は結構いいですね。92% 以上で ET さん勝利というような形になります。ナイスアタックだったんですが、取り切ることはできず、92% ですね。さあ、ラストアタック。すごいな。全員、時間より早く攻める。8分間。結構短いと思うんですけどね。4本とも早いタイミングでの攻めですね。61天才のエレクトロタイタン型。さあ、クエイク揺らしつつ、これは天才のバリューも大きいですね。まあ、2本ともかなり配置に刺さる戦術を選べてるなーって印象があります。これはね、めっちゃいいですね。ガチャとは削りたかったところですね。これは出し直すかなと思ったけど、そのまま出していきましたね。この後ちょっと手前のアーチャーターついちゃうと思うんで、そうですね。おでんで削っときたい、それは。さあ、エリクサータンクのところまで行きつつ、ホグライダーうまい感じにね、そうですね。その辺投げとけば、まあ、大丈夫でしょ、これはテスラ。
おでんも姿を見せてくれて、大丈夫そう。さあ、クイーンで引っ張って、エレクトロタイタン出して、ロイヤルチャンピオンのターゲットを取って、非常にいいですね。さあ、1マス空いた迫撃砲の方から入れていくわけなんですが、対空砲がね、撃てない時間があるので、ここは大量にバルーンを当てていって、ちょっとクイーンそれ不穏だな。一人だけルートを無視して、変なルートから入っていきますが、まあ、この後合流できるんで大丈夫でしょう。さあ、遅れてキングネクロ。スニゴブとパリピーズでサイドカットしつつ、クイーン規定をさすがに。オッケー。さあ、援軍の方もこれはエレクトロタイタンぶっ刺さりですね。ネクロに対してめっぽう強いエレクトロタイタン。これは刺さりすぎてるかな。さあ、ナイストーム。さあ、キングネクロ6時の方。これもキングルートもね、火力が高い防衛施設もないので、キングも非常に伸びていきそう。ロイヤルチャンピオンも追加で出していきます。さあ、ここからちょっとヒーラーの方が溶けていきまして、ただ、シューターがもうこれはだいぶ、タウンホール壊しつつバックアド、中身の方でキングとクロスボウのあたりをね、まあ軽く触れるかなってとこですかね。真ん中のイーグルの方は、グイーン向かってくれるし、行かなかったマルチ IT の方はロイヤルチャンピオン取ってくれるし、フリーズ1枚とフィストが残ってる状況。これはさすがにいったんじゃないかなっていうような形です。さあ、アイスゴーレムが、フリーズをかける前に、これはフリーズをかけたいですね。重ねました。アイゴレのフリーズと自分のフリーズと打っていきつつ、クイーンはもう黒く打ってるんですが、クロスボウのところこれは触れるでしょう。圧倒的全開。2本とも何度か言ったんですが、配置に合った戦術っていうのを選択できてるかなと思いますね。4ヒーロー生存でのナイス全開。うまい。さあ、ガーサスというわけで、予選1人目。予選第1試合は ET さん勝ち上がりです。ナイス勝利です。はい、というわけでね、第1試合終わりまして、第2試合やっていきたいと思います。第2試合は、グリフォン VSTT ということで、これでね、4人で揃いましたね。ET さんがまず決勝戦で戦うのはどちらなんでしょうか。早速やっていきましょう。さあ、TT さん2本目、クイヒーラバル。ドリルに切り替えてというところ。1本目のアタックがね、74% というところで、対戦相手が 96% だったということでね。勝つためには、破壊率で勝負するのはだいぶ厳しいっていうところで、全開を取り、かつ守るっていうことが大事になってきそうです。さあ、モノリスも入る、かなり火力の高いところ。フリーズから入ります。で、ここはスケルトンの呪文を置いてきましたね。からのレイジ。さあ、モノリスのターゲットはしっかりスケルトンですることができつつ、対空砲1体ヒーラー落ちましたね。さあ、ホーミングチェックのバルーンも入れていきつつ、これマルチ IT かかる上でポイズンタワー入るのは相当厳しいんじゃないかなって感じはするけど、エアスイに助けてもらえるかな。さあ、ホーミングチェックはしっかり据えました。これちょっとマルチ IT 打つのに時間がかかるんですよね。さあ、反対の方は、これケアできるのか。さあ、ドリルでケアしていきますが、ウィズ島に釣られますね、これは。でも、エアスイが結局助けてくれてるな。ただ、その分火力上がりつつ、クロークがここ出てしまう。ちょっと苦しいですね。さあ、ロイヤルチャンピオンも入れていきまして、タウンホール先に落とすことができれば、そこのね、ドリルロイちゃんパートも被弾はしません。インビジブル書きますが、これは落ちていきます。ヒーラーの方も赤爆ヒットで落ちていきつつ、援軍ポイズンと。ラバルで、でも、結構削れた防衛施設的にはありがたいし、シングルインフェルノっていうところで、キングがそのロイヤルチャンピオン突破できれば、クイーン処理だけで済むんで、フェニックス頑張れ。それ折れればワンチャン。ロイヤルチャンピオンは、投石の方はバルーンで折れますね、これ。ストライカーはロイヤルチャンピオンに合わせるような使い方をしていきました。これ全然ありますね、前回。これ多分、でもそっか、上キングがいるってことでこっちから投げたのか。ロイヤルチャンピオンはもうブーメラン打たなきゃいけなかったところですね、これは。特打ちが最適解だった気がしますが、さあ、ここ、かなり火力も高いところ、レイジトームでこのね、少ないバルーンですが、守りつつ、投石機の方まで進めていって、ホーミングの方も吸ってくれてますね。シングルインフェルノのタゲを、オウルが取ってくれてる間に何かが刺してくれればめちゃ熱だったんですが、ちょっとクイーンの処理もできず、厳しそうですかね。さあ、そうなると破壊率が大事になってきます。ボールブレーカーかけつつ。89、90まではいきそうですね。90%。
90% ですね。ナイスアタックです。さあ、ラストアタック。さあ、68% で同点というところ、69% で勝ちが確定するというアタックですね。最終アタック、ライドラッシュ。フリーズが7枚とかなり多いですね。さあ、対空砲をロケバルでカットしに行くと、テスラが2本見えました。おっと、上か。12時の方をアイゴレクイーンを展開していきつつ、1時か。1時面で取っていくような形ですね、面は。お、ボマー型。まあ確かにこの形だと、ボマーを使うようなやり方で以前やられてたね。タウンホール14の頃とか結構あったっすね。さあ、チェーン入れつつ、ボマーの方もトームかけつつ。69以上でいいというのはね、かなり有利というか、気持ちも楽に攻めれるアタックかなというところ。タウンホール越しのチェーン、やばい今の。援軍タイタン出てきましたね、今。エレクトロタイタンのところ、ちょっと中心ライドラがボコボコに溶けてるかな。マルチ IT のところまでは殴ってくれましたが、ライドラ本体パートというのはここで終了。クラン城まで伸びたのは激アツすぎる。スケルトンの呪文でしっかりモノリスのターゲットを取るような形で取りつつ、クイーンがモノリス入ればめっちゃ強かったんですが、ロイヤルチャンピオンももう一緒に投げちゃってますね。フリーズは残り4発というところ。さあ、スーパードラゴンしっかりタンクをして、キングのような役割をやってくれてます。さあ、その役割を継続してもらうためにフリーズ打ちましたね。さあ、どうしますかね。さすがにこのスーパードラゴン延命するような形は取らず、ディギーが入る前にちょっと火力が高すぎるので、もうここはさすがに打っていきました。さあ、モノリスまで降り切りつつ、マルチ IT の方進んでほしかったんですけど、フリーズ2発でクイーン、投石、ロイヤルチャンピオンのところ、フリーズ試みましたが、ロイヤルチャンピオンまでは凍らすことができず、ただライドラがいいチェーンを一発入れてくれました。フォーミングもここでヒットしてフェニックスの方は溶けていきました。フリーズ1のクローク1、ちょっとさっきと展開が似てますね。さあ、価値格の 69% というのは超えていきます。さあ、クローク一発投石で合わせるとして、このマルチ IT を壁殴んなきゃいけないので、殴る位置ですかね。さあ、フリーズ打って、クロークまで打っていく。さあ、これ、アーチャーがいいとこ巨爆置いてんなってことで、93% 終了と。ということで、勝ち上がったのはグリフォンさんです。おめでとうございます。はい、というわけでね、決勝戦に参りました。勝ち上がったのはグリフォンさんと ET さんということで、こちらの2人から1人入れ替え戦、本戦に出場して対戦していただく方が決まります。というわけで早速、アタックまで行っていきましょう。さあ、決勝戦でも、プラン時間より早く攻めていく、すごい余裕ですね。さあ、これも61天才ということで、イーグルのところを追って反対のところを進めていく感じかな。割と見えやすいプランですね。さあ、イーグル横の第1クロス、マルチ IT というところを折り切って、ただテスラ5本。これはある程度、想定というか、この攻めを想定してたって感じかな。これは ET さんの方も分かってるので、まずはキング、いきなりはね、キングをね、出すんではなくて、スミゴブとバルーンから入りました。さあ、テスラを折るようなベビードラゴン差し込んでくんですけど、ちょっとこれキングの方が被弾大量に入って、早めのフィストになりますね。ただ、クランジョが非常に遠いのと、なんかちょっと左に寄ってるんで、それもあって、右側を選んでった形ですかね。さあ、リックスケが。おお、ウッドランチャー素晴らしい。溜め込んでぶっ飛ばしていく。ここからサイドカット入れて、アイゴレクイーンが入っていきます。マルチ IT のところまでこれウッドランチャー届くことができましたね。そしてインビジブルタワーの方の解除もやりつつ、クイーンがこれ投石追って、援軍はアイスゴーレムそこに当然ポイズンを置いていきます。いいですね。これマルチ IT までこのイエティで降り切ることができれば相当強い。そしてウォールブレーカーは届かず、もし届いたらタウンホールは正直見てないと思うんですけど、ワンチャンモノリスとかね、その辺にもブロックが合わせられた可能性がありますね。さあ、ミニエティの方はマルチ IT までは伸びきりませんでした。大工が入ってたね、ここは。さあ、クイーンの方は第1クロスに捕まりつつ、ここはクローク合わせて、アイスゴーレム固まっていきます。タウンホールの方は起動ができつつ、インビジブルタワーも帰ってくるギリギリ前だったので、早めにここはレイジトームかけていきます。タウンポイズンも受けますが、先にモノリスを折ることができますね。
スケルトンの呪文を9時に残しつつ、マルチ IT 残ってもロイちゃんさえ残ればって感じなので、フリーズこっち打ちましたね。バルーンをかなり延命に残しつつ、スケルトンの呪文で、ここはクイーンのところまでストライカーを届けていくことができました。さあ、裏からバルーン挟み込んで、ヘイスト。ロイヤルチャンピオンがやはりこれはマルチ IT を担当するような役割になってきそうです。さあ、ちょっと対策されたようなね、テスラも出てたんですが、ここはブーメラン残した状況で回ってきて、はい、ブーメラン。ナイス、全開ガーサス。予選からこれは4連全、あ、違う、3回目か。3連全開中かな。非常にいいですね。ナイス全開。早ければいいってわけではないんですが、こちらも4分残して、早いね。結構本戦ではね、8分ちゃんとギリギリ使う人が多いんですが。さあ、ライドラッシュ3連発。ここもライドラッシュ。さあ、対空砲まで降り切って、テスラの方も入れば美味しいところでしたが。さあ、編成的にはこれは、スニゴブ使って援軍がちょっと釣れた感じなのかな。さあ、キングクイーンを置いて、エアスイーパー2本が逆光なんですけど、それでもここを刺していく。ちょっと広がったんであまり良くないですね。さあ、ここでトームをかけていきます。突撃艦はどこから投げるかですかね。兵器の使い道みたいなところも大事になってきます。さあ、かなりここは、防衛施設もね、溜まっているところなので、ライドラが攻撃を入れることができれば相当爆伸びというようなルートですが、えぐいな、相当入ってます。援軍に関してはアーチャー大量。さっきのライドラッシュね、見てたら確かにこれは、ホーミングがどんどん当たって、ソーラス系も出てくる。すごい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 。すごいすごいすごい。さあ、突撃艦は届いてきましたが、トルネードと、ちょっとドラゴンライダーでは厳しいですね。援軍どうなんだろうな。このタイプの編成の時、ライダーって結構僕は信用してないんですけど、バルーン系の方が確実かなとは思ってたところなんですが、これはね、途中までいいチェインが入ってたんですが、防衛側のね、ET さんがね、さっきのアタックを見て、この辺をね、調節してきたところ、罠だったり、援軍だったりっていうところが非常にいい形。さあ、これは星1。さあ、これは辛い。全開を取られてからの星1、かつ破壊率もね、ある程度稼いでおきたいところですね。こうなると、ET さん星1防衛。次のアタック、星2でも勝ちが確定するというところ。痛恨の星1です。さあ、どこまで稼げるか。77% ですね。これはいい防衛。ナイス防衛です。でかすぎる。さあ、前回からの星1防衛ということでね、非常にいいリード取れたところ、さあ、星2で勝ち確というところ、61点差へのエレクトロタイタン編成ですね。さあ、おでひの方を12時置いていきつつ、さあ、天才を対地クロスと、おや大工の方が、外した感じかな、これ。61打ってるんで、多分、ずらして打つ必要があるのか、これは。ないよね。まあいいや、一旦。シューターの方を置いていきつつ、迫撃砲のターゲットがね、おでんで取りたいんですけど、大丈夫そう。反対サイド、ベビドラカット。タウンホールまでね。あ、クエイクとかないのか。どうやってタウンホール起動するんだろう。シューターでタウンホール起動ができないので、ワンチャンタウンホールの、スニゴブ、なるほど。ただ、金庫削って、起動までいけるでしょうか。できない。なかなか面白いような感じのものを使ってきましたが、それにしてはちょっとスニゴブの量が足りないですね。さあ、ゴブリンは攻撃力非常に高いので、弾け飛んでいきました。キングも全て使ってる。最悪のリカバリーはロイヤルチャンピオンを差し込むことですね。エレクトロタイタンでタウンホールを起動していって、レイジフリーズここを打っていきました。まあ、これは仕方なしって感じかな。タウンホールの方はこれで確保することができつつ、中心部に送り込んでいきます、ユニット。さあ、星2でいいというところで、取れそうですね、星2の方は。
さあ、ここでトームかけていきます。モノリスにも投げられつつ、さあ、外周部はキングに合わせてロイヤルチャンピオンつけつつ、さあ、下側の方も進んでいきます。ウォールブレーカーつけていって、クイーンの方がこの後は壁を殴っていき、しかもそれは投げられてしまう。ちょっと苦しいかな。シングルインフェルノもね、何も打てないんで、さあ、ここもレイジターンの乗った非常に攻撃力の高いところ。まあ、勝ち角のね、破壊率の方までは伸ばしていきまして、勝利したのは ET さんというところですが、いやー、星1防衛がマジででかかったですね。この破壊率の方はね、結構、これだと、そんなにね、高いわけではないので、さっきのアタック防衛できたってところ、まあ、しっかり相手も見てね、まあ、こういう勝ち抜き戦だと対戦相手を読ん、まあ、どういう戦術をするのか、どういうやり方をするのかっていうのをね、見越して配置を組むっていうのも大事な要素になってきますね。さあ、81まで伸びて終了です。はい、というわけでね、最終アタックは 93% というところで、ET さん勝ちました。さあ、予選がね、終わりまして、まあ、4人でやってもらったんですが、非常にね、スタッツ的にも頭一つ抜けてるような結果になったかなと思います。まあ、全部で12アタックあったんですけど、前回自体は4本、トータルでね、全員でトータル4本の前回のうち3本がね、ET さんということで、まあ、クランリーグっていうとね、やっぱり守備力よりも圧倒的に攻撃力が評価されるような基準になってくるので、入れ替え戦楽しみですね。はい。というわけで今回こんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。